蘇にして野田が比ではない。国鉄第5代総裁石田礼介物語第2話。石田礼介総裁の話第2話目となります。第1話ではシンプルに音声だけにしたのですが、やはり文章がある方が読みやすいだろうということで、今回は文章伝文掲載とさせていただきました。あえて縦書きに挑戦していますので、見にくいというお叱りを受けるかもしれませんが、ご了承願います。本日から国鉄の監査委員長に就任した石田礼介氏の話に筆を進めていきます。国鉄という組織は、石田氏にしてみれば全く今までとは異なる組織であるとして、自らはそうした意味では型破りであるとして、ワイルドであると発言されており、また、国鉄という組織の中で暮らしてきたわけではないので、ストレンジャー、門外漢であると語っています。外国生活が長く、ところどころに英語を挟む言葉ですが、非常に本質をついた言葉であり、後に国会でも話した、そして野田が比ではない、につながる言葉を残しています。明治人の顔面さと外国生活が長かったことによる合理主義が融合した人の人であったと言えましょう。そにして野田が比ではない。就任半年後の国鉄の座談会で、そのご有名なそにして野田が比ではない発言が出てきます。要は、自身は国鉄部内の人間ではないから、組織に飼いならされているわけではないから、そうした意味ではワイルドである。大胆に発言できるという意味で発言したようです。その背景には、つまりあなた方はテーム、従順なんだ。私は国鉄というものに対して今までストレンジャー、門外漢であったために、甚だワイルドなんだね。けれども、そうにしてノーンなれども非ならずというわけで、この点は一つ十分ご了解願いたいですな。しかしここに西野君のような経理に関する非常な経営者がいて、一緒にやっていてくれるので、大いに意を強くしているのですよ。ということで、ここで出てくる西野君という方はですね、後に東芝の社長会長を務める西野海一郎氏という方になります。国鉄監査委員会とは、国鉄監査委員会は従来の経営委員会に代わる組織として、昭和30年6月に設置された日本国有鉄道経営調査会が検討を重ねて調査審議を行ったもので、その趣旨に基づき日本国有鉄道法を改正し設立されたものです。それまでの経営委員会に変えて理事会を最高意思決定機関とし、監査機関を設けて新たに監査委員会を設置したのでした。監査委員会は国民的立場から国鉄の経営を監査し、真に国民全体の利益となるような公正で能率的な国鉄の運営に資する行為であるとして、監査委員会の委員は運輸大臣によって任命されることになっていました。これにより、国鉄部内の理事が国鉄の運営決定権を持つとともに、その行為を外部から監査することになったわけです。国鉄の監査委員に推薦したのは誰か。国鉄監査委員長に石田を推薦したのは誰だったのかということで調べていますと、同じ構図の住人であった十河真二総裁であったわけです。それ以上の詳細は、ちょっとわかりませんので省略させていただきますが、経済連会長を務めた石高共同氏とは40年来の付き合いであり、池田内閣が十河総裁の後任に大会人か総裁をでいたときに強く推薦したのが石高氏だったそうです。その辺は後ほど改めて述べさせていただきます。他にも石田礼介氏という人を隣を知る上で気づかされるのは、外国での生活が長かったこともあり、非常に合理的だったということが言えます。そしてある意味で公平無私な人だったとも言えそうです。監査委員長当時でもノンキャリア組の抜擢などを進言したりしており、国鉄という硬直した組織を少しでも良くしようと尽力されたそうです。以下は就任半年後の国鉄線という国鉄部内誌に掲載された新春座談会の記事からの引用です。ここで発言されていますが、非常に熱心に国鉄を少しでも良くしていこうという思いが汲み取れるのではないかと思います。今ご覧いただいておりますのが、昭和32年1月号の国鉄線という雑誌の中の座談会のですね、中から引用させた内容なんですけれども、ちょっと読ませていただこうと思います。それでいろいろ勉強しましたね。しかし、勉強したものの、
国鉄の仕事の範囲があまりに広いので、まだ自分としては、あえて小学校とは言わんが、中学校も1年生くらいのところだと思う。私が監査委員会で石井さんなんかに対してお話しすることも、後で帰り人どうも生半可だったと忸怩たることがある。石井さんを褒めるようなことを言っているが、結局私の言うことが少しワイルド、そやなんだね。これから大いに勉強して、いかにしたらすっきりした国鉄にすることができるか、真面目にやろうと思う。ただ、あえてお断りする必要もないのだけれども、私の信念は、なんとか国鉄を立派なものにしたい。要するに、新しい国鉄精神を打ち立てたいということで、そこに私の誠がある。ということでですね、非常にね、わかりやすい言葉でね、伝えてるんですけども、国鉄を立て直したいというね、もう信念が伝わってくる。そういう意味合いですよね。本当にですね、この6年間、実は石田総裁はですね、本当に国鉄の職員にね、親しまれ、ね、当然野党からもね、ちょっとこの人はね、なかなか一つしかいかないなということでね、いろんな意味でですね、親しみを込めてね、接せられた、そういう総裁でした。さらに同じ期の後半では、下記のように発言されています。国鉄という組織が硬直化して、昔の鉄道省の男子がところどころに残っているから、そうしたものを是正すべきであると明言しています。その辺をですね、少し引用してみたいと思います。封建制ということはどうかと思うが、今のところは鉄道省というものの男子がまだだいぶあるな。つまり、企業性に欠けているというのは鉄道省の名残だと思うな。例えば、例の1年に3000億も入る金の処理について、経理局長とだいぶやったんだが、ファイナンス、経理のやり方というようなものは、ある記者が批判しておったように、国鉄は12歳なりという嫌いが確かにあると思うな。ということですね、非常にですね、国鉄っていうのをね、パブリックコーポレーション、ね、これを生かしていきたいというね、思いが強かったと思います。実際ですね、石田礼介総裁のですね、すごかったのはですね、安全投資とですね、それから設備投資、これに対してはですね、お金を惜しまなかったというところはですね、称賛されてね、すべきだと思います。実際ですね、東京のね、湘南新宿ラインとか、そういうインフラですよね。これはこの石田総裁の時にね、かなり無理をして借金してですね、本当は借金っておかしいんですけどね、国が本来すべきことを国鉄が代わりにしてですね、それで大赤字になってしまったというところがあるんですけれども、そういうふうなね、部分、さらに安全投資という対してはですね、非常にお金をね、つぎ込んでいったということで、八甲田丸とかですね、その青函連絡船のね、連絡船の船をですね、ごっそりでも入れ替えたとかですね、そういうところをね、安全投資されたっていうのはね、もう石田清介氏の、功績だと思います。最後ですね、ちょっとこちらの方は、先ほどですね、国鉄望むっていう座談会のですね、内容のね、記事をここに書かせてもらってるわけですけれども、先ほど申し上げました通りですね、石田総裁という方はですね、6年間、国鉄ね、総裁を務められたんですけども、本当に国鉄職員にね、愛されて、ほんま親しみを持たれたね、職員っていうか総裁でした。私が、父親がですね、天王寺鉄道管理局におったんですけど、よくね、電鉄ニュースっていうのをね、家に持って帰ってきました。その時ですね、初めて見たね、総裁の写真がですね、石田礼介総裁なんですよね。で、電鉄局でですね、こう喋ってる写真っていうかな、そういうのをこう、アップされてましてね、白いカッターシャツにですね、蝶ネクタイ。ね、なんかダンディーなおじいちゃんだなと思ったのが、石田さんだったわけですね。改めてですね、こうしてですね、石田礼介っていう方のですね、伝記っていうのを、自分なりにですね、トレースしていく中でですね、やっぱりこう、すごい人だったんだなっていうのをね、改めて思います。引き続きですね、石田さんのお話、もうちょっと続きますんでね、もうしばらくお付き合いのほどよろしくお願いいたします。次回はですね、国鉄総裁就任までのお話などをね、させていただこうと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。